ルデモートの仲間みたいのがいる。かぼちゃのポット作りをしていきます。こちら。いけ！今年はお試しで金婚菌を使ってみます。皆さんこんにちは、さおりです。今畑にね、ストーンピッカーをかけています。うちは畑の石がすごい多くてですね、石取りが必須です。もうここら辺はないかな。畑でもあるところとないところがあるので、ないかもしんないな。まあいいや、行ってみようか。うちは畑の面積が30ヘクタールあるんですけど、結構石の多い畑が多くてですね、毎年こうやってストーンピッカーをかけています。ストーンピッカーは浅めの石を取り除いてくれるんですね。なので、結構深さの調整が難しくて、あまり深くまですると土ばっかり拾ってしまうんですよ。なので、後ろを見ながら確認しつつやっていきます。明日はね、雪が降るそうなので、まさかこんな時期に。なので、明日からはかぼちゃの種の準備をしていこうと思っています。おりゃー！うわー！今日はね、4月の29日なんですけど、朝から雪が降ってます。なので、ハウスの中でかぼちゃのポット作りをしていきます。めちゃくちゃ寒いです。早速やっていきます。はい、ということでハウスの中をね、ポットを並べれるように片付けました。で、今回かぼちゃのポット作りをね、ビートの時に使ったこの機械をね、使っていきます。なんかハウスの中に鳥が入ってます。困ってる、かわいい。どこから入ったんだろう。ハウスは閉め切ってるんですけど、私が開けたこの穴から入ってきたんですかね。まずはポットなんですけど、このね、トレイにポットをセットしていきます。よいしょ。こんな感じになってます。あとこれがポット。ポットは 7.5 センチのちょっとちっちゃめのポットです。去年はこの枠をなしにただポットを広げてそこにね土を入れてったんですけど、そうするとねポットがこうぐにゃって曲がっちゃってしっかり入んなかったんですよ。それが地味にねめんどくさくて、なので今年はこういう枠を買いました。これでちゃんと土が入るはず。はい、こんな感じでポットが40個並ぶようになってます。これをねだいたい40個分くらい作っていきます。はい、ということでできました。よし。たら土を出していきます。この土はビートのポット作りの時と同じ土で、もうねすでに肥料が入ってます。よいしょ。わわわわわわ。うん、オッケー。トレイを並べて早速土を入れていきます。このパックはハウスの中に
広がってた土を回収したものなので、かなり土ぼこりがひどいです。ビートの種まで入ってるし、すごいこの枠があることで全然ポットが曲がりません。これは革命的。土が入ったんで少しだけドンドンします。これをすることでポットの中に均等に土が入ります。できたやつを端から並べていきます。よいしょ。よし、とりあえず今日はおしまい。よし、今日はあんまりできなかったんですけど、もうね寒すぎて見てください。息がめっちゃ寒いんでやめます。ではまた明日。はい、今日はかぼちゃのポット作り2日目やっていきたいと思います。昨日ね雪が降って、こんな感じでちょっと積もりました。昨日は日中でもね1度くらいしかなくてすごく寒かったんですけど、今14度くらいあります。なので屋根の雪もすごい勢いで溶けています。かぼちゃの苗作り2日目です。まずはポリポットの苗を作っていきます。はい、ということでポリポットを作り終わりました。こんな感じでずらーっと並んでいます。これでね42個ですね作りました。なので1トレイに40株あるので、だいたいこれが1700株分くらいになります。で今回 3.3 ヘクタール分を作るんですけど、だいたい種の数でいうと1万5000粒になります。なので1万5000株用意しなくてはならなくて、ポリポットはだいたい1700株分なんですけど、今回ねメインとなるのがこちら、ペーパーポット。このペーパーポットで残りの1万3300株くらいを作っていきます。ビートの苗作りの時にもペーパーポットっていうものを使うんですけど、それと似たような感じですね。大きさはだいぶ違いますが、これがかぼちゃ用のペーパーポットになります。直径が5センチ、高さ5センチの91、1本って書いてるんで、これ1個で91株作ることができます。早速広げてみますね。専用の展開枠を使用します。ポットを引っ掛けれるようになっています。こっちはね4つついてるんですけど、こっちは3つついてのちっちゃいのが左右に1個ずつになってます。この4つの方にペーパーポットを逆さまにして、この部分ですね、ここを挟めていく。で引っ張ります。でこのままだと土は入れれないので、このトレイにひっくり返して乗せます。よいしょ、くるっとこんな感じですね。ということでこれがペーパーポット、こっちがポリポットです。ポリポットの方が 7.5 センチなんで 2.5 センチ大きいのか。でなんでポリポットを、約1700株分作ったかというと、大きい方がこの中で根を張りやすいし大きく育ってくれるんですね。大きく育つってことはそれだけ植え付けも早くできるし収穫もね早くなるので、ポリポットに関しては7月末
できるだけ早めに収穫したいなと思って1700株だけそういう形にしています。ポリポットの時と同じように土を入れていきます。ギリギリ2個置けます。よいしょ。昨日使った土は一度パックから出してしまったものだったのですごい乾いてたんですけど、今日は新しくねパックを開けたので土がしっとりしていていい感じです。よいしょ。土を入れたら展開枠を取って完成です。結構ね多いくらいに入ってるんですけど、この後水をねかけるので、そうなると土沈んでしまうので、あんまりぴったりすぎず少し多めに土を入れてあります。やっと2列終わりました。こんな感じで、棒をアーチ状にしてですね、この後シートをかけます。ポリポットには明日種を入れるので、ビートと一緒に水をまいて終わろうと思います。おはようございます。今日がかぼちゃのポット作り3日目です。今日はですね、最初に作ったポリポット、だいたい1700株分くらいの種を植えようと思います。で、また種をお湯につけておかなくてはいけなくて、だいたい2時間くらいはつけておくと発芽率が上がるそうなので、最初にまずそれをします。去年はね、だいたい3500株くらい植えて、全てこの栗将軍だったんですよ。なんですけど、今年はこっちの栗大将もねやってみようと思います。栗大将の特徴としては、収穫までが少し栗将軍よりも短いんですよね。早く収穫できるので、なのでポリポットにはねこの栗大将を植えていきます。これがだいたい30度くらいのお湯とも言えぬ水です。これ1袋で500粒入ってます。栗大将いけー。栗大将は収穫直後から美味しく食べられる。追熟は不要、糖度が高く、果肉は粉質で食味が非常に良いって書いてますね。あ、なんかすごいビールみたいじゃない？はい、ということでつけました。これが栗大将の種。ちなみに栗将軍はこういうオレンジの種です。これで約2時間置いていきます。その間また石取りをします。前に一度ストーンピッカーの動画を上げているんですけど、たくさんのコメントありがとうございました。相変わらずすごい石の量です。前回の動画でストーンクラッシャーなるものがあるらしいですよというコメントがありました。ピッカーは浅めの石を拾い集めてくれるんですけど、クラッシャーは20から30センチ深くまでの石を細かく砕いてくれるみたいです。その反面、砂利のような細かい石になってしまうと、もうストーンピッカーで拾えなくなってしまうことと、夏に作物が焼けやすくなってしまうことが懸念点だと思っています。畑がこんな感じなので、毎年整地前にピッカーはかけています。一度かけてもきれいに全部を取り切れるわけではないし、収穫後に畑を起こすと下の方の土が出てくるので、なかなか石はなくなりません。
私の家は川が近くてですね、なので石が丸い石が多いです。今めちゃくちゃまん丸い石が上がってきた。ちょっと降りて見てみよう。うわ、すごくないこれ。うわ、なんかさ、なんでこんな泥水が溜まってる？すごくないこれ。すごっ。結構最後の方にいいのが取れましたね。ほら、これとかね。ということで石を捨てます。すごいなんかお化けみたいにマルチが。うわ、やばー。やばみんなやば。切ったな。ボルデモートみたいのがいる。ボルデモートじゃない。ボルデモートの仲間みたいのがいる。よし、ということで種を入れていきます。久しぶりのポリポットです。一度昨日水を打っているので、なんとなくポットの形がわかるくらいになってます。まずは穴開けていくんですけど、もう完全に指で開けていくんで、第一関節分くらいですね。両手でやろうかな。こうじゃない？正解はこうか。結構硬い。昨日水をかけてしまったので、ポットの中の土がね固まってる時があって、指がね痛くなってしまったので、このビートの時に使うペーパーポットに穴を開けるものなんですけど、これを使って今地道に開けてます。本当に地味な作業ですね。穴を開け終わったら金根菌をまいて種を植えます。最後に土をかけて完了です。以前ポリポットに種をまいてから今日で10日が経ちました。だいたい1週間くらいでこう芽が出始めて、はい、こんな感じ。ちょっと角の方が生えてないんですが、まあだいたい生え揃ってきたのじゃないでしょうか。ということで今日はこっちのペーパーポットに種をまいていこうと思います。ペーパーポットは1冊で91個種を植えれるんですけど、ここ1列で40冊あるんで3600粒植えることになります。まあ今日もやっていこう。今軽く水をまいて、これから穴をね開けていくんですけど、結構こうポリポットでも穴を開けるの大変でしたね。でペーパーポットはさすがに指で開けてられないので、今回これを使います。じゃん。これが、ポットプレートっていうものらしい。ポットプレートもうすでにこう穴が開いてるので、これを上からかぶせてグッて押してあげたら、もうそれで91個穴が開きますよっていうものになります。で向きがあるらしいので気をつけながら、こうかな、こんな感じで穴にぴったり。そしたら上からグッて押す。結構さこれ力いるんじゃん。いきます。じゃん。いいんじゃんいいんじゃん。じゃん。めっちゃいい。なんかあっという間に終わった。今年はお試しで金根菌を使ってみます。金根菌とは植物の根と共生する菌です。土の中に菌糸を広げ、植物の根では届かない範囲の栄養を根まで運びます。一
方で植物は糖分を菌に与え、お互い共生しています。肥料とは違い、植物が本来持つ力を発揮させる資材です。種をまいてきます。これが栗大将の残りです。1000粒あります。まずこれを先に使い終わらせて、でこれが見えないかな、見えた、栗将軍です。このオレンジ色が栗将軍なんですけど、とりあえず植えていきます。意外と時間がかかります。ペーパーポットは全部で160冊あって、一気に種を植えると収穫時期がかぶって大変なので、10日間くらいかけて順に種を入れていきます。ということで、こんな感じでですね、最後の種入れから1週間経過して、だいぶね芽が出てきています。ちょっとずつ顔を出してきています。これが一番最後に植えた種です。そしてですね、一番最初にポリポットに植えたものに関しては約もう3週間くらい経っているので、畑への植え付けが始まっています。ポリポットに植えてたものはほぼなくなりました。で軽トラがあるんですけど、軽トラの左右にある苗はお友達の苗です。なので今度は畑にかぼちゃを植え付けていく様子をまた動画にしたいと思っています。あとストーンピッカーはねまだありまして、徐々に進めているところです。果てしないですね、石取りが。はい、ということでこれからも頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。